第1話タワーマンション。不動産屋さんの階段です。今人気のタワーマンションですが、超近代的設備で特にエレベーターはお金をかけていると思いますね。さて、先日ひょっこり北海道のとある都市のタワーマンションにお住まいの20代の男性からとても奇妙なお話を伺いました。その男性を仮に高田さんとしておきますが、高田さんは40階建てのタワマンの35階に住んでいるそうです。そのタワマンですが、3基のエレベーターがあり、そのうちの2基が小型で、残る1基が大型エレベーターでした。そんなある日、曜日は覚えていないそうなのですが、昼間だったそうです。高田さんは外出するため、エレベーターで1階正面玄関に降りようと思いました。いつものさりげない日常の行動なのですが、ただその日は自分のフロアからエレベーター付近までいつもよりも雰囲気が少し違ったそうです。タワマンといえば各階にたくさんの人が居住しているので、共用エリアでは誰かと出会うものですが、その日はなぜか誰とも出会いませんでした。確かにたまたま誰とも出会わないことはありますが、その日は人の住んでいる気配というものが全くしなかったそうです。まるで全て空室のマンションに高田さんだけが迷い込んだようで、建物自体が生命のエネルギーを全く感じられない空間のようでした。そしてエレベーターの前まで来た時です。高田さんは奇妙なことに気がついたそうです。2基ある小型のエレベーターはいつもと変わらなかったのですが、大型の1基のエレベーターだけ運転中を示すライトがついておらず、昼間でも周辺は暗かったそうです。点検中でもなく、おかしなことに扉は閉まっているのに、開けるボタンだけが暗がりで光っていたそうです。その光ったボタンを見た瞬間、高田さんは嫌な予感がしました。直感的にこの大型エレベーターの方に自分は乗らなければならなくなるのだろうなと思ったんだそうです。案の定、他の2機の小型エレベーターはいくら待っても高田さんの階には止まらず、その大型のエレベーターの扉が開いてしまいました。高田さんはそれを不気味だと思ったにもかかわらず、吸い込まれるようにそのエレベーターに乗り込んでしまったそうです。後で思えば不可解な行動でした。エレベーターに乗り込んだ後は特に不思議なこともなく、1階の正面玄関に無事到着しました。高田さんはそのまま1階で降りて、いつも行くコンビニに向かおうと玄関外に出たそうです。そして通りに出た瞬間、高田さんは唖然としました。人も車も全く存在しないのです。たとえ人や車がたまたま偶然いなかったとしても、街並みから気配は感じるものですが、それが全くなかったそうです。まるで SF 映画のゴーストタウンのようでした。そしてどこからか鼻をつく獣の匂いがしてきたそうで、それは不快な低級霊の匂いだと仏教徒の高田さんは分かりました。その時高田さんはしまったと思ったそうです。神隠しにあったと気がつきました。つまり自分だけ別の世界に迷い込んでしまったと分かったそうです。私はこの話を伺った時、以前に似たような体験談を配信したことがあるので、とても興味深く思いました。高田さんは何とか現実の世界に戻らなくてはと焦ったそうです。どうすれば元の世界に戻れるのか考えました。そして高田さんは必死に心の中で神仏に祈ったそうです。ずっと祈っていると、徐々に人や車の気配が戻ってきたそうで、いつの間にか元の世界に戻れていたそうです。そして何事もない日常に帰りました。波長があった瞬間、異次元のパラレルワールドに迷い込んでしまうのかもしれませんが、実は同じような体験をした人は私の周りにも複数います。どの方もごくごく良識的で健康な社会人で、幻覚を見たり嘘や空想で作り話をする方たちではないんですよね。
科学的にいつか解明される現象なのかもしれませんが、非日常の不思議なお話でした。第2話、靴ひも。不動産屋さんの短い階段です。ちょっとしたことでヒヤッとすることってありますよね。それは単なる不注意なんですかね。さて、これは女性の視聴者さんのお一人が7、8年前に体験したお話です。その方を仮に T さんとしておきます。T さんはその日仕事を終えて自転車で家に向かっていたそうです。夏の終わりで夜の8時頃だったそうで、辺りはもうすっかり暗くなっていました。ちょうど雨上がりで道は濡れていたそうです。T さんはいつものように歩道のない狭い公道の端っこを自転車で漕いでいたそうです。車が結構後ろから T さんの横をすり抜けていきましたが、毎日通る慣れた道ですから特に危険とも思いませんでした。その時 T さんは仕事の作業着姿で、足元は靴ひもで結ぶタイプの靴を履いていました。その靴ひもはしっかり結んであったそうです。ところが自転車を漕いでるうちにその靴ひもが突然ほどけたんだそうです。T さんがあれと思ったと同時に、その靴ひもが自転車のペダルに絡まりついていきました。そして転ぶと思うや否や T さんは車が行き交う車道に倒れていきました。そしてその道路に自転車ごと投げ出された瞬間、 T さんの耳元で死ねばよかったのにという声が聞こえたそうです。 T さんは誰と思い、すぐに周りを見渡すと辺りは暗く誰もいませんでした。 T さんは背筋がゾクッとしたそうです。その時 T さんの作業着は泥だらけになってしまいました。あわや後ろから来る車にひかれて大惨事になるところだったそうで、あの声は一体何者なのか心当たりは全くなく、今でも謎だそうです。 T さん曰く、靴ひもが急にほどけたこと自体偶然とは思えないと言っていました。非常にありえないことでかなりしっかり結んでいたようです。ひょっとしてその転んだ近辺は事故多発場所だったのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。